アニョハセヨ、K ドラマ&ムービーマガジンです。購読といいねのアラーム設定は映像制作に大きな力になります。今回は2004年1月、韓国ドラマ連続企画1弾と2弾、私の夫と結婚して特集、そして3弾、世弱、魅惑された者たち、魅惑の人特集に続いて、第4弾、2004年1月に始まる韓国ドラマ恋愛時代劇3作品特集です。幻想恋歌、ラブソングフォーイルジンが2024年1月2日、韓国の KBS と日本の楽天ビキで日韓同時配信として放送をスタートしました。まるで一つの体に二つの人格があるというか、あなたが誰であろうと私の刀の先があなたに向くでしょう。相反する二人の人格を持った男性と、その男性を愛する女性の愛と執着を描いたファンタジー時代劇で、同名の人気ウェブ漫画が原作です。実は、日本でも LINE 漫画で、幻想恋歌を日本語で読むことができるのです。日本語のタイトルは、幻影恋歌風を遡る鳥だそうですね。幻想恋歌は、二重人格を持つ大使になって、光と影を描くパクジフンと、没落した王朝の王孫から、死角、側室まで波乱万丈な人生を送る本絵師の物語です。本日の内容では原作のネタバレも入ってますのでよろしくお願いします。氷のように冷たかったのに火のように熱くなった。今、君の目の前にいる人は誰だと思う？すべて僕が持ってやる。今からこの悪魔を取り除いてやる。予告映像の中で今、君の目の前にいる人は誰だと思う？というセリフがありますね。果たして、ヨンウォルの前にいるのは、皇太子のサジョヒョンまたは、悪妃どちらでしょうか？また、すべて僕が持ってやる、今からこの悪魔を取り除いてやるというセリフからは、一つの体をめぐる二人の激しい対立も除けます。幻想恋歌は、放送する前から、予告映像とポスターが次々と公開されており、視聴者の期待を高めてました。その中で、切ない運命を描く、二人の主人公の美しいツーショットが収められた、ポスター2種が公開され、特に注目を集めていました。メインポスターで、サジョヒョンは、ヨンウォルの腰に手を回し、切ない表情を浮かべており、彼の胸に抱かれたヨンウォルは、背中に剣を隠してるのを見られます。大使と側室としてあった、二人の危険な同床異夢によって、今後何が起こるのか緊張感を誘発するとともに、大使の隠された人格である悪妃の姿も見え、際どい三角関係を予感させてますね。そして、もう一方では、もう一枚のポスターで見れる、二重人格の大使と二重生活の資格の出会いというフレーズが、決して平凡ではない二人の運命とストーリーを期待させます。君を、しばらく、心に留めてた、あってはいけない、縁だった、この体ももう、あなたの体ではないでしょう。あなたなんかに、負けない。君を少し恋しく思っていたと語る、サジョヒョン。あるいは悪妃、そしてあってはならない縁だったのでしょう。と答えるヨンウォルの姿も描かれ、二人のすれ違った関係を伺わせます。劇中、皇太子のサジョヒョンと悪妃は、一つの体で共生するが、正反対な人格の持ち主で、一人の女性をめぐって、一歩も譲らない戦いを繰り広げる人物です。ヒロインのヨンウォルは、没落したヨン氏王朝の王孫で、資格団体風派の一員として生きてきたが、ある日、自分も知らないうちに皇太子の側室で、ある運虚妃になり、彼と際どい関係になります。私は誰だ？わかれば、傷つくだろう。ケラは、長年にわたって資格として鍛えられた人です。君は、資格に似合わない。君の香りが濃すぎる。正体不明の人が高級になった。ヒロインのヨンウォルは没落したヨン氏王朝の王孫で二つの人格を持った皇太子と避けられない選択の岐路に立たされた側室の波乱万丈で切ない三角関係が視聴者の胸をときめかせると見られます。君は誰だ？この目のために不具体点々の仇息子であるサジョヒョンからどうして背を向けないのか？予告映像で、君は、誰だ？というセリフから、男子主人公も記憶喪失になってしまったことがわかりますね。そして、どうして背を向けないのか？
と責めるような男のセリフからして、ヒロインのヨン・ウォルが、皇太子のサジョヒョン、または、悪妃にもう恋に落ちてしまったことも分かりました。さて、ヨン・ウォルの心を打ち止めた人は、サジョヒョンなのか、それとも、悪妃なのかに対しても、注目が集まることに、間違いないですね。ここに、君が僕の記憶を消したのかという意味、慎重なセリフは、運命のいたずらと記憶喪失で、すれ違う、二人の切ないストーリーも暗示してますね。このような中、公開されたキャラクター予告映像では、サジョヒョンと悪妃の物語を、垣間見ることができます。俺が本物だと知らせてやる、お前なんかに負けるもんか、全部俺が持つ、などの言葉が、一つの体をめぐって、繰り広げられる二つの人格である、サジョヒョンと悪妃の激しい対立を見させてくれてます。二つの人格の中で、最後に勝利を収めるのは、誰なのでしょうか。君が、僕をどうして知ってる？目つきが、違う。僕が本物だということを知らせてやるよ。僕を好きになるよ。君なんかには、負けないぞ。君が死んでこそ、僕が生きる。映像には、一つの体に宿った、二人の人格の凄まじい内面の葛藤、彼を取り巻く興味深いストーリーが、描かれておりました。君が死んでこそ、僕が生きるとは、本当に悲しいことですね。予告映像の中で、ケラ、君がいなければ、すべて、意味がない、生きていけない、僕がすべてを戻してやるよ、というセリフが出る場面が、ありますね。君がいなければすべて意味がない、生きていけないというセリフでは、サジョヒョン、または、悪妃のヨン・ウォルに対する心が覗けました。この予告映像の中で、僕がすべてを戻してやるよといった場面がありました。そして、また違う予告映像では、君の名前がヨン・ウォルなの？違うと言って？違うと。ごめん。君の名前がヨン・ウォルなの？と問い出すサジョヒョンと、それにうなずくヨン・ウォルの姿が見られましたね。おそらく、サジョヒョンがヨン・ウォルの正体をわかるようになり、僕がすべてを戻してやるよという言葉から予測してみると、何かの行動を行うだろうと考えられます。原作では、大使が二つの人格を持つようになった理由が、戦王が死ぬ前に、逆心を抱いたヨン・ウォルの家紋を滅ぼすように、遺言を残して息を収め、大使が王位に上がって、戦王の維持を受け、ヨン・ウォルの家紋を滅ぼしたということです。また、大使の聖母であるジャチョン王大王が、自分が戦王を殺害したことを認めると、母親を拝して、死薬を下した後、人格が二つに分かれて、恐症を患い始めたそうです。一方、サジョヒョンのもう一つの人格で生まれた悪妃は、人々に悪鬼と呼ばれていた。この時、偶然出会ったヨン・ウォルが、悪鬼と呼ぶ人々に、人に悪鬼と呼ぶのは間違ったことだと怒って、悪妃を包んでくれた。そして彼に悪鬼ではなく悪妃という新しい名前を作ってくれた。その後、ヨン・ウォルに惚れた悪妃は、人々に、ヨン・ウォルを調査させ、サジョヒョンが滅ぼした、ヨン氏家紋の娘であることを知る。そして、死角になった彼女がすぐに王を殺して、宮に入るという情報も入手する。自分を殺しに来ることを知っても、彼女を愛するようになった悪妃は、刺客団の内部情報を通じて、彼女がいつ宮に潜入するのか調べて、彼女が潜入する日に、記憶を失って気絶させる薬を用意し、結局、記憶を失った彼女を後宮にしたということです。幻想連歌は脚本家のユン・ギョンアが執筆を、監督のイ・ジョンソプが演出を引き受け、相乗効果を発揮する予定です。昨年、公開されたウェーブオリジナルシリーズ弱いヒーロー、クラス1ドラマで、パク・ジフンの再発見という好評を引き出し、演技力を認められたグループワナワン出身の歌手俳優、パク・ジフンとプロデュース48出身で、ライジングスターのホン・ユジ、そして、ドラマを引っ張っていく、名俳優らが多数出演し、新しいファンタジー時代劇恋愛、ドラマへの期待を高めてます。韓国で2024年1月12日に放送をスタートした MBC の新ドラマ夜に咲く花は、夜になると塀を越える15年も節操を守った未亡人チョヨファ役のイハニ様と、ソウルの四大門の中の皆が欲しがるイケメン10時間、パクスホ役のイ・ジョンウォン様が塀を越えて線を越えるアクション時代劇です。哀れな人々を手伝いながら
まともに生きていこうと奮闘する未亡人チョヨファと、そんな彼女に出会って、記憶の中にうずもれた事件の真実を探していくことになる。10時間パクスホの助け合いが繰り広げられます。ドラマ熱血司祭、ワン・ザ・ウーマンなどに出演した女優のイハニ様をはじめ、ドラマ保健教師アン・ウニョン、賢い医師生活シーズン2などに出演したイ・ジョンウォン様が出演して、期待をこうませます。毎晩、塀を越えて、彼らと命を懸けて戦ったのが、まさに、私はその女性を、夜に咲く花と呼ぶ。夜に咲く花は、アクションコメディ時代劇です。夜に咲く花制作陣はイハニは、ヤイロトリの魅力があふれる俳優だ。卓越した演技力を土台に劇を愉快に導いていく予定なので、多くの関心をお願いするとし、劇中のヨファが繰り広げる、スリルあふれる二重生活。そして、人物との関係性を見守ってほしいとコメントしています。また、チョヨファは、大きく開かれた門の外の世界は、見ることもできない未亡人だが、溢れる正義感を抑えられず、夜になると塀の外を行き来する。予想を覆す、スリリングな彼女の二重生活が、どのように展開されるか、楽しみにしてほしいと伝えました。残念ながら、2024年1月時点で、夜に咲く花の日本配信予定はありませんが、今後、配信する可能性が高いドラマだと思われます。今後、新しい情報が公開されましたら、できる限り、随時更新していきたいと思いますので、よろしくお願いします。セジャク、魅惑された者たち、シン・セギョン様とチョ・ジョンソク様主演で送る、韓国恋愛時代劇、セジャク、魅惑された者たち魅惑の人は、2024年1月21日から、ネットフリックスで、日韓同時、独占配信されます。セジャク、魅惑された者たち魅惑の人に対しての詳しい内容については、2004年1月韓国ドラマ連続企画シリーズの第3弾、セジャク、魅惑された者たち魅惑の人特集をご覧ください。王権をめぐる争いなどの政治的危機に瀕した哀れな王の委員役のチョ・ジョンソク。復讐のために身分を隠して、彼に復讐を誓う才作として再会を果たしだが、結局は、王である委員に魅了されてしまう、才作カンヒスの残酷な愛と運命を描く物語。2年ぶりにドラマ復帰を果たすチョ・ジョンソクが高い席にいるが、心は卑しい王委員役を、シン・セギョンが彼に復讐を夢見たが、結局は彼に恋心を抱いてしまう、カンヒス役を演じます。想像に基づくフィクション恋愛時代劇で、身分を隠して、秘密や状況を密かに調べて情報を提供する、聴者である、才作を題材にして、注目を集めています。予告映像では、二人は囲碁を通じて、囲碁の友達になるが、とに王と与作として再会した後、剣謀術師が行き交う宮中で、目的を隠してお互いを騙す、残酷なメロを繰り広げることを予告します。これに加えられて愛するときは生きることを願って、憎むときは死ぬことを願うというフレーズが、二人の特別な関係性を見せ、期待感を高めています。このようにチョ・ジョンソクとシン・セギョンの裏に隠された素顔とともに、二人が心を交わしていた、囲碁の友達から、お互いを騙して騙す愛憎の関係で描き出す、魅力的なストーリーと、熱くて残酷なメロに、興味が高まります。